はい、こんにちは。クリエイターの大村です。今日はですね、令和7年度福井県立高校入試数学 B の大問4について、解説をしていきたいと思います。大問4、これ、関数の問題ですけど、関数の問題っていうのは基本的に、力技でも何でも式が立てられれば勝ちですので、もうとにかく式を立てるというところまで、ちょっと頑張って持っていけるようにしましょう。はい、じゃあ、問題の方を見ていきます。はい、次の問いに答え。図1のような長方形 ABCD がある。点 P は点 A を出発して、辺 AB、辺 BC 上を毎秒1センチで点 C まで動き、点 C で停止する。点 P が点 A を出発して、辺 AB、BC 上毎秒1センチで C まで動く。今こういう問題文見るともう読むだけで嫌になっちゃう人もいると思いますけど、こうやってね、図に書き込んでおけば多少はわかりやすくなります。点 P が A から C までこうやって毎秒1センチで動く。で、点 Q は点 D を出発して辺 DC 上毎秒1センチで点 C まで動き、点 C で停止する。点 Q はこの D を出発してこの C で止まると。で、速さはこの P と同じ毎秒1センチ。で、点 PQ が同時に出発して、X 秒後の三角形 APQ の面積を S と C。まずこの出発してから何秒後かっていうのがこれ X。で、三角形 APQ の面積が S と。これがまあ問題で決められている条件です。で、じゃあこの右肩上がりに上がっているこの区間が一体どこのことを言っているかと、考えると、三角形 APQ の面積。この P が、この B まで動いている間、まあ Q もこの D から C まで動いてるわけですけど、この AP を底辺と見ると、これ Q がこのどこにいても、Q がどこにいても、この高さは一緒です。この BC の長さと一緒。で、この AP の長さだけが、この底辺にあたるこの AP の長さがこう徐々に増えていくということなんで、この右肩上がりの区間というのはこの点 Q が D を出発して C に行くまでの間ということになります。だから、この X イコール6、S イコール12というのは、具体的にどのタイミングのことを言っているかというと、P が A を出発して B に着いたとき、Q が D を出発して C に着いたときということなので、三角形 APQ がこうなってる時ですね。こうなってる時の三角形 APQ の面積というのは、これ AB×PC なので、AB と BC どっちかが分かればもう片方が分かるということですね。で、この AB という、この点 P がこの B についた時に、ここ最大に来るということなんで、6秒後にここに着くということです。6秒後にここに着くってことは、この A から P が出発して B に行くまでに6秒間かかってるっていうことだから、この AB が6センチだなというのがわかる。1秒間1センチで6秒間かかってるわけですから、この AB が6センチとわかる。で、AB が6センチの時、S が12になるので、6×BC×2 分の1イコール12ということになりますから、3BC イコール12となって BC イコール4とわかる。ということで、AB が6、BC が4となります。点 P が点 BC 上を動くとき、S を X を用いて表せ、またその時の X の変域を求めよう。点 P が辺 BC 上動くとき、S はどんな風に変化するか、を考えてみましょう。まずこれ点 Q はこれ C についた時点で止まるので、ここ長方形なんで、ここも6センチです。で、こっちも6センチ。つまりこの点 P がこの B にいるときは6秒後で、この点 Q は C に到着しているということです。で、こっからもう点 Q は動かないので、この AQ のこの直線はもうここで固定されて、この P がこんな感じでこっち側に動いていくということなので、この APQ の面積というのは、この PQ の長さがこう徐々に減っていくので、これだんだん減っていく。ということなので、この点 P が辺 BC 上動くときというのは、こっからこの部分ということになります。で、辺
BC 上を点 P が動くとき、この変化の割合がいくつかというと、この区間に、この点 P があるとき、変化の割合がいくつかなというのを考えると、これ x イコール10のときに s イコール0になってるわけですから、x が6から10に増えたとき、s が12から0になってるということなので、変化の割合は x の増加量分の y の増加量ですから、変化の割合、これは、x の増加量が4で、この s の増加量がマイナス12ということなので、マイナス3というのがわかります。そして、これ x イコール10の時に、s イコール0ですから、傾きが a で、pq を通る直線の式。これは、y イコール a カッコ x マイナス p プラス q。これで求めることができますから、傾きがマイナス3。で、PQ を10、0を通るということなので、x マイナス10プラス0ということで、s イコールマイナス 3x プラス30となります。で、一応これね、s イコールマイナス 3x プラス30。変域が、6から10という。一応この答え出したときに、ちゃんとね、この辻褄が合うかどうかを確かめて、検算をしましょう。x が6のとき、s はマイナス 3×6 プラス30で12。x が6のとき、s が10になってます。で、x が10のとき、マイナス 3×10 プラス30で、s イコール0になりますから、x イコール10のとき、s が0になっているということで、これも合ってます。ということなので、この s イコールマイナス x プラス30で、x の平域6小なりイコール x 小なりイコール10というのが、これが正しい答えだなというのがこれでわかります。はい。では、次、括弧2。図3のような括弧1の長方形 ABCD を底面とし、高さ 8cm の直方体 ABCDEFGH がある。点 PQ は、括弧1と同じ動きをし、点 R は点 A を出発して、点 AE 上を毎秒2センチで点 E まで動き、点 E で停止する。まず、点 PQ。これは、括弧1と同じ動きをするということなので、この点 P が A を出発して、この C まで毎秒1センチで動く。点 Q が毎秒1センチでこの C まで、D を出発して C まで。同じ長方形で PQ の動きは同じですから、APQ のこの面積、三角形 APQ のこの面積、括弧1でね、この式を求めたときと同じように変化するということになります。今回さっきと括弧1と違うのが、点 R は点 A を出発して、辺 A 以上毎秒2センチで点 E まで動く。この点 R が毎秒2センチで点 E まで。点 PQR が同時に出発して、X 秒後の三角錐 RAPQ の体積を V 立方センチとする。今回は立体になってるわけです。で、どんな立体かというと、さっきのこの三角形 APQ と、この点 R、これを結んだ三角錐になっていると。その体積を V 立方センチメートルとするというのがこの問題の条件。で、この時、次の問いに答えよ。X と V の関係を表すグラフとして最も適当なものを次の A から D から一つ選び、その記号を書け。この A から D のグラフ、それぞれ特徴を見てみます。まずこの A のグラフは、これ全区間直線。直線で、こっからここまで上がってる。こっからここまで上がってる。こっからここまで下がってる。で、この B のグラフは、こっからここまでが、これが、このカーブしてる形。これは放物線上がってます。で、ここが直線で上がってる。で、ここは直線で、下がってる。点 C は、ここが放物線で、ここが、直線で変わらない。でここは直線で下がってる。で、点 D が放物線で上がってる。ここが直線で下がってる。こんな形のグラフになってる。まずこの放物線が直線かっていうのは、関数の式が分かれば、すぐ分かりますね。二次関数になっていれば放物線だし、一次関数なら直線ということですね。ただ、まずはこの x が0から4に行くときにこの v がどのように変化するか
調べてみ。x が0から4に変化するときというのは、まずこの s の変化の仕方。これは、1センチずつ、この MP が増えていくということなので、ね、x が0から4に増えるとき、この s は p かける bc かける2分の1なので、この AP の長さというのは、1秒後なら1センチだし、3秒後なら3センチということで、出発してからの時間と同じになりますので、x で。で、この BC、これは、さっき同じ形の長方形で求めました。この BC は4なので、4でかける2分の1ということで、S イコール 2x と。で、V はこれに高さが加わったものになりますが、この AR の長さというのは、毎秒2センチで徐々に増えていくということなので、AR の長さは、X 秒後の長さは 2x センチになります。ということなので、V イコール 2x かける 2x かける3分の1ということで、3分の 4x2 乗。ですから、これでもう2次関数になるというのが分かりましたので、もうこの時点で A は消えます。で、他のグラフはもうちょっと先を考えないとわかりません。まずこの x が4の時どういう状態かというと、点 R が、この長さ8センチなので、4秒後というのは、点 R がここにいる時、4×2 で8になるので、点 R がここにいる時、S、これは x イコール4の時ですから、ここが4センチ、ここが4センチになってる時。で、その x が4の時、QR はどうなっているかなというと、x イコール4、4秒後ということなので、この p までが、ここが4センチ、q までも4センチ、で、が、こんな感じの三角錐になっている。で、もうこの状態から R は動きませんので、この S の面積が変わっていくだけです。で、S の面積は、AB がこれ6センチということだったので、この点 P がこの6センチのここに来るまで、つまり6秒後までこの AP が増え続けるという、そういう動きになる。で、まあ Q はここからここまで動くわけですけど、この高さに当たる部分はこの BC 固定の4センチで変わりませんので、この面積 S が、この一次関数の増え方をしていくということになります。で、面積 S が一次関数の増え方をしていって、この点 R はここで止まってますので、この4から、X が4から6の間の区間というのは、右肩上がりということになります。これ AP が、一次関数の増え方をしていくんで、右肩上がりというになります。ということなので、この時点で答えは、これは B だなというのがわかる。はい、いきます。5、小なりイコール V、小なりイコール21となる X の値のうち整数であるものをすべて求めよう。ある問題。これで、この V の値がどのように変化するかというのを、グラフで、見ました。で、この X が0から4の時のこの V の式というのはここで出てます。X が4から6の間にいるとき、というのをこの、まあ、V は出してませんけど、この S イコール、2x というのが出てます。で、さらにこの X が6から10の時、これも、S の値が出ています。はい。ということで、まあ、この、それぞれの区間で、条件を、V が満たすとき。で、なおかつこの X の値が整数である場合というのを見つければいいという問題です。まあ、ということなんで、X が0から4のとき、X が4から6のとき、X が6から10のとき、3パターンの場合分けをして考えていきます。はい、まず、X が0から4のとき。先ほど、V はもう求めてます。V イコール3分の 4x 乗。問題の条件は5小なりイコール V 小なりイコール21ということなので、これを、この不等式に組み込んであげると、このようになる。で、これを解くと、分の15小なりイコール x2 乗小なりイコールの63。4分の15というのは3と、4分の3。で、4分の63というのは、15と4分の3。x2 乗がこの範囲にあって、なおかつ x が0から4という条件を満たす、x を探します。
まずこれ x2 乗が3と4分の3より大きいので、この x2 乗の一番小さい、値、条件を満たす一番小さい値が4ということになります。4というのは、x イコール2の時に4に。で、x イコール2はこの範囲に、入っているので、これは条件を満たし。で、その次の整数の3はどうかというのを考えて。3はこの0以上4以下の範囲であって、なおかつ、3の2乗9は、この3と4分の3から15と4分の3の間にあるので、この x イコール3も条件を満たします。で、その次の4はどうかというと、4の2乗は16でこの範囲を超えてしまいますので、この x が0以上4以下の時、この問題の条件を満たす、この x の値はこの2と3のこの2つというのはわかります。はい、続いて、x が4から6の時、x が4の時に、この R はこの点 E についてもうここから動かないので、この立体の体積に当たる部分というのはこの8のまま固定です。ということなので、x が4から6の範囲にある時のこの v というのは、底面積 s×8× 3分の1。で、s というのは4から6の時、s イコール 2x というのは、ここで分かってますので、これを使って、2x×8×3 分の1ということになって、v イコール3分の 16x。で、この3分の 16x、これを、この問題の条件のこの、ね、v の不等式、これをはめてあげると、こうなります。で、これを解くと、16分の10、小なりイコール16分の13。で、16分13が、3と16分10。この x が16分の15以上、3と16分の15以下の範囲は、この x が4から6の時という条件、満たさないので、この条件にこの x が4から6の時というのと、この問題のv が5から21の時という範囲をこれ両方満たす x はないということになります。はい。ということで、これはもう考え。で、最後、x が、6以上10以下の時を考えます。x が6以上10以下の時の v。これは s はもう s イコールマイナス 3x プラス30。で、高さは先ほどと同じように8のまま固定なので、v イコールマイナス 3x プラス30かける8かける3分の1。だから、v イコールマイナス 8x プラス80。で、これを v がから21というこの不等式にはめてあげると、マイナス 8x プラス80。で、これを解いていくと、マイナス 8x 小なりイコール、マイナス19。で、これ値が全部マイナスなので、マイナス8分の1をかけるとなりますから、これは不等号の向きが変わります。8分の75というのは、9と8分の3。で、8分の59というのは、7と8分の3。で、これを、この範囲にあって、整数になる x というのは、8、9。で、この8、9というのは、この x が6以上10以下という条件を満たすので、この x イコール8、x イコール9は条件を満たすということになります。ということなんで、結局のところ、条件を満たす x は2、3、8、9。これが答えになります。ということで、まあ、ね、この範囲によってこうやって、この関数の式が変わるような問題。こういうのは、場合分けをして、考えましょう。で、それから、今回は、不等式を使って解きましたけど、この x が0から10の間で、整数になる x っていうのは0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ということで、そんなに数も多くないので、ちょっと不等式自信ないと。で、この不等を向き変えるあたりはちょっと自信ないっていう場合でも、まあ、この x の値をこれ1個ずつ、代入していって、で、値がその範囲に入るのかという確認の仕方でも、不等式よりは多少時間がかかるかもしれませんが、まあ、それでも解けます。はい。ということで、まあ、関数の問題は、関数の式な
ね、その範囲によって変わるときは場合分けをするということと、あとはもうとにかく関数の問題っていうのは式を立てられれば勝ちなので、とりあえず、関数の式を求めてみるなり、座標を式で表してみるなり、力技でもいいんで、それさえできれば、解けるようになってます。だから、直感的に分かりにくくても、強引にでも、式を立てるということができるようになっていれば、ちょっと見たことないようなパターンの問題でも解けるようになるかなと思います。はい。ということで、大問4関数の問題、やりましたけど、とにかく関数の問題は、式を立てられればもうそれで勝ちなんで、ちょっと難しいなという問題でも、強引にでも式を立てるところに、いきましょう。そして、この関数の式が、この範囲によって変わってくるような問題、こういう問題では、問題の条件と、この範囲の条件、これを照らし合わせて、両方の条件を満たしている解という、こういう考え方で解を求めます。はい、ということで、令和7年度福井県立高校入試数学 B 大問4の問題でした。今日もここまでご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。